バーントシンドロームズです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介からお願いできますでしょうか。結成の経緯とバンド名の由来も教えてくださいということです。じゃあ自己紹介からいきます。私がバーントシンドロームズのギターボーカルで作詞作曲を務めております熊谷克臣です。よろしくお願いします。ベースコラス石川太夫です。ドラムの広瀬拓也です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、結成の経緯ということですけれども、覚えてません。18年前ですから。18周年を迎えます、私たちは。はい。私たちは中学生の時に結成したんですよね。はい、そうですね。そう真ん中の石川君が、バンドを組みたいということで、同級生の熊谷とで小学校の知り合いの広瀬友達というや知り合いってないね。まあそんなもんだった。13歳で知り合いはおらんわね。知り合いを集めて作った。はい。もともと文化祭に出たかったんですよね。そうですね。文化祭出れたんでしたっけ？文化祭出てないですね。文化祭出れなかったんですよね。なんで我々はちょっとパンデミックに遭いまして。そうなんですよ。インフルエンザがね大流行して、まあ文化祭出れず、代わりに10代のバンドコンテスト、文化祭の先行ライブっていうコンテストに出て、準優勝いただいて、文化祭は出れなかったけれども、プロへの道が開けるっていう。すごいね、奇跡ですね。そういうことがあります。そんなことある。そんなこんなで18周年でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Fly High は大成功を収めたデビュー曲であり、初のアニメタイアップ曲ですが、この曲はどのように皆さんのキャリアを築き、海外のリスナーとの接点を作ることに貢献しましたか。難しい。いやもう俺は今のフライハイの発音が良すぎてびっくりしたよ。フライハイはやっぱり海外に慣れすぎたね。もうちょっとね、日本語が怪しくなってきた。この曲のもうタイトルもこうなっちゃうぐらい海外の皆さんに届けに行ってるってことですよ。そうそうそう。初のエアニメタイアップですからね。エアニメタイアップですから。発音がね。よくやっちゃったね。そう初のアニメタイアップなんですよね。我々この曲でいわゆるメジャーデビューということに。そのおかげでもう本当に今7年前の曲なんですかね、あれ。そうですね。2016ですからね。あれが今すごいこう世界中の皆さんにですね聴いていただいてて、Spotify では1億再生ですか。日本人のねアーティストで1億再生ってあんまないんですよね。1億。1億。すごい。そうなんです。でそれでいろんな国に呼んでいただいて、本当に皆さんとの海外の国外のファンの皆さんとの接点になってくれたなっていう、本当にもうこの曲ですよね。はい。というふうに思っております。とても感謝しております。いつも聴いてくれてありがとうございます。バーナーシンドロームズは発音ええな。日本だけでなく世界のフェスティバルに数多く出演していることで知られますが、グローバルなアーティストであることは皆さんにとってどんな意味がありますか。また次に演奏してみたい都市はありますか。友達から LINE 来るとき、お前今どこいるんできません。来ますね。今はおるよって日本に。わかるわかるわかる。そうですね。ってぐらいねグローバルですから最近。最近そうですね。実際我々としてはどんな感覚？あんまり私グローバルなアーティストである印象はないけど。あります？じゃあ多分グローバルなのよ。アニソンを歌ってる時点で。でそれに気づきに行ってんのよ俺たち。だからもともとその海外でさ土佐回りとかしたことないからないけど行ってさこんだけの人に迎えられるってことはもともとグローバルなんだよ。確かにな。もともとグローバルだったっていうことを今もちろんそのまだ気づいてない。なんででしょうね。お二方の方がじゃあ気づいてる。でもね、なんかレスポンスライブ終わった後の海外の方の反応見てるとやっぱね。アルバムちゃんと聴いてくれてるんですよ。聴いてくれてるんですよね。ありがとうございます。アニメの曲だけじゃなくて、アルバムの曲もあの曲聴きたかったなとか言ってくれてて、なんか本当に届いてるんだなっていうのと、あともう一つチリでさ、ライブ終わった後にどうしても熊谷君に伝えたいことがあるんだって言ってきた一人の青年がいたじゃないですか。スタッフさんだった。はい、スタッフさんが。その人がね、うつ病を患ってて非常に辛い時期があったと。それをバーントシンドロームズの楽曲で乗り越えたんだっていうのを涙ながらに言ってくれて、私ももらい泣きしそうになりましたね。あれは嬉しかった。あれ嬉しかったですね。そういうね。そういう意味では確かにグローバルなのかな。なんだろうな。私多分制作を日本でもう日本の部屋でやってるんですよね、自分の部屋で。なのでなんかあんまりこう海外
グローバルなアーティストという感覚はやっぱりまだ全然なくて、割と自分の街でやってるような感覚があるので、海外で作ってみたいですね、曲を。ああ、そういうこと。でも最近あなた海外にもさ、自分の機材持って行ってもスタジオ作ってるじゃないですか。飛行機の中でも鍵盤弾いてる人いるし、もう飛行機でたまたま3列使えるとかなったら、もうドーンドーンキーボードみたいな感じでやってて、大丈夫ないこれ。アテンダントさんに何ですかそれ。これはですね、今飛行機の情報をハッキングしてるんですよって言ったら、じゃあ給料上げといてください。わかりましたっていうやり取りを。めっちゃおもろいやんお前。そんなことしてるの？どっちもおもろいやん。めちゃめちゃいいですねという。めっちゃええやん。そういう意味では若干そのグローバルにはなり始めたんですね。次に演奏してみたい都市というと、やっぱアフリカかな。アフリカ。アマピアノや。アマピアノ作らんと。アマピアノ作らん乗られへんで。どこアフリカのどこ？それはもうまあモロッコかな。モロッコ。エジプト行きたいです。エジプトね。ここ。どこ？でもサウジアラビアは本当もう一回行きたいなっていう。いいよね。ここね。国ですよね。じゃあコーツアーでもあります。コーツアーで。私あれですね。アメリカだとここ行きたいです。アイラブピッツバーグ。ピッツバーグ。ってピッツバーグかい。これたまたま今日のカバンからポロって落ちちゃって、たまたまポケットに入れる。ってことは奇跡ですね。ピッツバーグすごいところでした。見てますかピッツバーグの皆さん。見てますか。来年も行きたいです。お願いします。サウンドやライブパフォーマンスを通してバンドとして常にお互いに切磋琢磨しているように感じますが、どのようにお互いのモチベーションを高め続けているのでしょうか。切磋琢磨してる？さあどうなんやろう。琢磨しているように我々は感じない。そうだな。そうですね。切磋琢磨してるように感じる。勝手に頑張ってるよ。まあでもこう感じてもらえるのはいいことよ。そうね。なんて言うんでしょうね。我々その役割分担めちゃめちゃはっきりしてるので、切磋琢磨ってさ、同じその技能を持ってる人間同士で行われる。そう配球のね、このそうバレーボール選手とバレーボール選手ではあるけど、石川と広瀬の間ではあまり行われない。だってバレーボール選手とか仕事が割と全然違うと認識してる。料理人とカーリング選手が違う。そう料理人とカーリング選手切磋琢磨しない。しないよね。お互いまあ美味しいご飯作っていいパス決めてみたいな。まあ逆に言うとこいつが頑張ってるからこっちも頑張らないといけないなっていう切磋琢磨はあるかなと思うんですけど、まあ実際やってることは割と全然違うんですよね。まあでもなんかアマピアノあったらいいよとかね、そういうのはなんかあったりもしますよね。そうね、いろんな情報交換が多いかもしれないですね。モチベーションはそうですね、やっぱ個人が頑張るってことじゃないですかね。個人がこうひたすらに自分をこう高めていってると、やっぱ周りもやらないといけないなっていう勝手になりますよね。自分にできることは何だろうって探すようになるでしょうし、これやれよっていうよりはもう黙って自分でやってる方がなんやかんや最終的にはいいんじゃないかなと思いますね。アニメ以外の音楽をどのようにファンに紹介されていますか。最初に聴くことをお勧めする曲はありますかとのことで、バーンアウトシンドロームズの楽曲をアニメ以外の曲をこう皆さんにいいですよっていう場合、どの曲がいいかなと。麻雀好きな友達にはやっぱりこの麻雀歌があるから、あれ聴いてもらったら一発で好きになってもらえて、ライブでやってって言われたけど、やっぱ麻雀って海外でそこまで多分アメリカでは麻雀ってあんまり知らないんじゃないですかね。ないと思うから、みたいなのを作ればいいんじゃないかな。みたいなの結構あると思うんですけどね。例えばラブイズアクション。ラブイズアクションっていう楽曲がありまして、それは東京というアルバムに入ってるのかな。あれはですね、ラブイズアクションっていうのがオードリー・ヘップバーンの名言というか、愛は行動なのよっていう言葉なんですけれど、それを元に作った楽曲で、サウンドも結構こうなんて言うんでしょうね、ブロードウェイ的というか、そっち寄りのサウンドにしてたりするので、割と馴染み深いというか、もしかしたらアメリカの方たちには割とクラシカルな感じ、往年のなんか古臭くていいなみたいな感じになるかもしれないんですけど、そういうところも聞いてみてもらえると面白いかなというふうに思ってますね。スピーチとかね、クランチロールのライブでもやらせてもらったんですよね。初めてアメリカでライブさせてもらった時も、あれもいっぱい海外のアメリカの有名な方のセリフがたくさん。明星っていうアルバムに入ってるんですけど、スピーチという楽曲があってですね、それはキング牧師のスピーチ I have a dream っていうのを引用して作った楽曲で、
アメリカ人の声優さん呼んでセリフ入れてもらったりとか、最後の曲の最後にはもういろんな言語のいろんなガリレオ・ガリレイであったりとか、ホーチミンであったりとか、こういろんな人の名言をその国の言語で喋ってもらってるんですけど、20人ぐらい喋ってもらって全員人種違うっていうレコーディングをやったりしました、ね。グローバルですね。そう確かにそもそもグローバルだったなということが今わかるんですけど、スピーチとかラブイズアクションとか非常に面白いと思うので聞いてみてほしいです。バンドとしての目標やそれに向けて設定しているマイルストーンはありますか？マイルストーン、私はグラミー取りたいですね。それもなんかこう 2,3 年とかいう短いスパンじゃなくて、生涯かけて取りたいなというふうに思ってて、10年20年このスピードで自分の能力を高め続けていければありかしない話じゃないんじゃないかなというふうに思っていまして、こうやってですね本当にいろんな皆さんの応援とか縁があってこう海外の方たちに本当にこう親しまれてるわけで、いろんなそのね他の国のアーティストさんたちとそれこそもう切磋琢磨していろいろコラボレーションとかもしてあっちのどうやって音楽作ってるんだろうっていうのを学んだりしながらその目標にちょっとずつ近づいていく一生にしたいなというふうに私は思っていますね。だから中間しているマイルストーンなんでしょうね。でもやっぱ海外の仕事をしたいですね。例えばこうどこでもいいですよ、アメリカのミュージシャンとコラボレーションする、アルゼンチンの映画のタイアップを取る、フランスのアニメーションに楽曲提供する、そういう日本国外での仕事をなんとかやりたいなっていうふうには思ってて、それが私のマイルストーンかもしれないですね。ワンマンライブをね海外でもどんどんやっていきたいんですよね。今韓国とシンガポールですか、はやらせてもらうんですけれども、他の国でもどんどん今まで訪れたとしてもやっていきたいなというふうに思ってます。じゃあそのマイルストーンはとりあえずワンマン健康じゃあ健康ってことに。よっしゃ。健康は必要よ。健康は必要よ。健康グラミー。そういう感じでやっていくので応援よろしくお願いします。続いてのコーナーは一問一答でございます。ここに質問が7つありまして、それをこう言っていきますので、お二方も簡潔に一言で答えてほしいなと思います。今聴いているプレイリストの一番上にいるアーティスト、曲でもいいですけどは誰ですか？はい、どうぞ。大石正義さん。何聴いてるんですか？サインは B。推しの子の挿入歌を作ってるのが大石さんなんですよ。最高。僕エリア21というアーティストさんで宇宙人2人がやってるバンドです。めちゃめちゃおもろい。聞いてください。宇宙人はエリア21宇宙人2人がやってます。宇宙人気になりますね。僕もう信じてますそれ。宇宙人2人ってめっちゃいい。会いたい。私はあれですね、エリー・ゴールディングのバーっていう曲ですね。どうでしたか？どこだろう。私なんだろう、Apple Music のこう洋楽トップ100みたいなのをいつも聞くんですけど、その中でいいなと思ったものをどんどん追加していて、そうっていうので前に聞いたエリー・ゴールディングのバーが大好きですね今。好きなアニメは何ですか？はい、広瀬君。ソードアートオンラインアリステーションです。来た。じゃあ石川君。はい、リック&モーティです。リック&モーティ。私はアイドルマスターです。ライブ前のルーティンなどありますか？広瀬君。ジャンプする。ジャンプする。絶対僕こうやって飛んでる。確かに飛んでるかもしれない。なんで？なんかね落ち着くんですよ。重心が下がっていく感じがして緊張しがちなんです。気のせいです。石川君。太ももを叩いてる。太ももを叩いてる。叩いてる。瞑想するかな。飯食う。カロリーメイトかゼリーを食べますね。お腹減ってるとそれだけはきつい。あとは何でもいいんですけど、お腹だけは満たしてみたいですね。アニメのキャラクターになれるとしたら誰になりたいですか？はい、どうぞ。キリト君、ソードアートオンライン。なんで？やっぱあれだけ囲まれてたらさ、素晴らしい女性の方に子宮違う。ただのスケベやん。でレオナさんが好き。じゃあはい、石川君。僕常禅寺高校のバレー部に入りたいです。常禅寺配給ですか？遊びながらバレーする。遊ぶぞーっていう。そう僕真面目にはできないんです絶対。いいですね。私はですね、ナルトのナルト。お前重圧えぐいで。重圧えぐい。えぐいって。
キュウリ買ってみたい。お前でももう思いっきりついてお色気の術使っていやそれ色欲結局色欲科学の力を使って世界を再建する可能性が最も高いメンバーは、はい、せーの。全問正解や。これ私しかいない。お前ら癖強いねん。私ね、なんだろう、リサでもある。リサ兼バート。バートのね妹のリサはねめちゃめちゃ賢い。わかる。すごい科学子なんですけど。いいじゃんって言ったら。そう。それに友達がいないみたいなかなり癖の強い子なんです。お前マジで石化したら数えそうやもん。いやまあ可能性ですからね。0.1% か 0% の話で可能性であって多分再建はできないんですけど。いや無理よ。可能性はまだ。頑張りそうや。頑張り好きなんですね。はい、世界の終焉後も生き残りそうなのは、はい、せーの。お、しかもいくぞ。うん、すごいぞ。あ、でも確かにそうかも。マジで。だって繊細やもん。熊谷は。いや、ちゃうで。これは繊細さって、こいつは頑張んねんって多分。俺は鈍感で生き残るけど、こいつは努力で生き残る。生き残るっていうか、むしろそっちの方が楽しいな。ああ、楽しめるよね。楽しそう。俺はもうしゃあないなと思うから。ナチュラルに生きそう。そう、ナチュラルに生きそう。ナチュラルに。か。ちょっと抗って死にそう。2秒で死ぬ。私一番最初に。これとは死ぬね。これとはもう全身動かなくなって死ぬ。ずっとジャンプしてる。ずっとジャンプしてる。ダメです。そうですね。世界の終焉後次行きましょう。無人島で一緒にいたいメンバーは。はい。これもうね決まってます。難しい。はい、せーの。一人ソロプレイ。じゃあこれを言わして、こいつは無人島やと生き残れてしまうねん。ということはよ、無人島にずっとおらなあかんねん。彼は帰りたがるから。なるほど。確かに。広瀬君はね、どこの海外行ってもね、帰りたくなっちゃう。無人島をエンジョイしちゃうから。いいやん。一緒におらなあかんねん。帰られへんやん。無人島なんか行った日に。そう帰りたいでしょ。俺はもう任せたいね。どっちでもいいね。おるやつに合わせるから。いる？じゃあいるわっつって。帰るわっつって。別に意思ないから。どっちかっていうと帰りたい。まあいやこっちやな。こっちを選ぶってことはどっちかっていうと永住は困る。2年ぐらいやったらいいけどな。2年ぐらい。2年結構長い。さすがに最後は帰りたい。これとソロプレイが一人で帰る。お前置いてくなよ。置いてくなよ。絶対一人で帰る。ボート1名しか無理やったらあかんねん。ボート1名しかあかんかったら一緒お前は行ったらあかんねん。生存の可能性下がるよね。ちょっと厳しい。作ってもさ、1人乗ってんのと2人乗ってんので。置いてく。この人ソロプレイヤーの人や。確かに。いいか。どっちもやからな。私は無人島生活をエンジョイしたいからこっそり殺害するかも。怖い邪魔やなっつって。邪魔やなこいつってなる。無人島じゃなくなるからこっちで。怖いで。こっちで行きます。無人島や。こっちに逃げますっていう感じですね。はい、楽しんでいただけましたでしょうか。いや今日はとても楽しかったですね。はい。このインタビューを聞いていただいてですね、いろいろ言いましたけれども、我々バウンドシンドロームズとコラボしてほしいアーティストとか、あとはバウンドシンドロームズにおすすめしたい楽曲、いろんなねビートとか我々勉強できますからね。あとはなんだっけ？来てほしい国。この国でバウンドシンドロームズ待ってるよっていうのとかをせっかくコメントが残せるようなので、バンバン書いてほしいなと思っております。我々全部読んで、参考にしていきます。もう本当に私たち世界中のいろんな国で、コンサートライブしておりますので、次は皆さんの街に行くかもしれません。その時はですね、ぜひぜひ遊びに来てください。一緒にバウンドシンドロームズの音楽を楽しみましょう。それでは今日はありがとうございました。バイバーイ。